お世話になっております。マサルです。今回はハードウェアについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りしています。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回のテーマはハードウェアとは何かです。ハードウェアと一言で言っても様々な種類のハードウェアが存在します。それぞれのハードウェアがどのような仕事をしてくれているのか、特徴も押さえていきましょう。先に結論です。ハードウェアとは手で触れることができるコンピューターや機械を構成する部品のことを言います。例えば CPU、メモリ、マザーボード、ハードディスクドライブや SSD などのストレージがコンピューターを構成するハードウェアとして挙げられます。これらはそれぞれ手で触ることができますよね。これがハードウェアです。ちなみに手に触れることができないものを何というか皆さんご存知ですか？手に触れることができないものはソフトウェアです。例えば Word とか PowerPoint とか OS などはソフトウェアに分類されます。これらは物理的に存在するものではないので手で触れることができません。ハードウェアとソフトウェアで迷ったら手で触れることができるかどうかを考えてみてください。それでは詳しくハードウェアについて勉強していきましょう。まずはこちらの問題に挑戦してみてください。コンピューターの CPU が直接アクセスできる記憶装置はどれですか？ 1. ハードディスク、2. メモリ、3. フラッシュメモリ、4. 光学ドライブ。それでは正解の発表です。正解は2、メモリが正解です。この問題では CPU、ハードディスク、メモリなどなど様々な言葉が出てきていますが、それぞれがハードウェアです。そこでまずは覚えておきたいハードウェアの種類についてお話しするところからスタートしていきます。Linux を勉強するときにまず覚えておきたいハードウェアは CPU、ストレージ、マザーボード、メモリの4つです。まずは CPU から見ていきましょう。CPU とはコンピューターの全体の司令塔として様々な処理を指示・実行する役割です。例えばプログラムの命令に従って計算やデータの処理をしたりしています。人間で例えると考えて計算をする役割です。人間は脳で意思決定、計画、問題解決など高度な計算をしています。コンピューターの場合は CPU が考える役割をしてくれているということですね。ちなみに Linux システムでどんな CPU を使っているか確認したいときにはプロック CPU インフォの情報を参照すると調べることができます。例えば動画作成時のキラーコーダの Ubuntu 環境でプロック CPU インフォを cat コマンドで見てみるとインテルの Xeon を使っていることがわかりますね。もし Windows OS の PC で CPU の種類を確認したい場合はシステムを見ると CPU の種類を確認することができます。私の環境の場合 CPU は Core i7 の11世代を使っていることがわかります。勉強しながら自分の場合はどうなっているかなと興味を持って調べてみるとより楽しく勉強することができるのでおすすめです。まずは CPU についてお話ししました。CPU とはコンピューター全体の司令塔として様々な処理を指示・実行する役割です。人間で例えると考える役割をしてくれています。次はメモリです。メモリはコンピューターが作業するためのデータを一時的に保管する場所です。必要なデータをメモリに取り出すことですぐにそのデータが使えるようになり作業をスムーズに進めることができるようになります。よく例え話でメモリは CPU が利用する机のような存在だと言われます。
先ほど CPU は考える役割だとお話ししました。しかし考えるためには情報を整理するスペースが必要です。そこで利用されるのがメモリです。メモリという机に情報を読み込んで CPU は作業をします。この後お話しすることになりますが、本棚のように情報を記録するストレージという場所があって、本棚から本を取ってきてメモリの上に広げて CPU が作業するようなイメージですね。メモリは8ギガ、16ギガなど容量が違います。容量が大きいと大きな机ということになるので、効率的にたくさんの作業を行うことができるようになります。もう一つメモリで覚えておきたい特徴があります。それはメモリは電源を切ると内容が消えるという揮発性を持っているという特徴です。人間で例えるとメモリは短期記憶ですね。人間もすぐに忘れてしまう記憶とずっと覚えていられる記憶がありますよね。メモリは揮発性の特徴があって、電源が消えてしまうと内容も消えてしまいます。よって揮発性という特徴があることを覚えておきましょう。ちなみにキラーコーダの Ubuntu 環境のメモリはプロック meminfo を cat コマンドで参照すると確認することができます。だいたい2ギガのメモリであることがわかります。Windows OS の PC の場合、CPU と同じくシステムでメモリ容量を確認することができます。私の環境だと32ギガのメモリです。2ギガと32ギガだと随分容量が違いますよね。キラーコーダの2ギガのメモリというのはかなり小さい容量です。こんな小さくて大丈夫かなと思うかもしれませんが、見てわかるようにキラーコーダは CUI 環境でコマンドを使って操作をします。その結果、多くの計算を必要とせず、小さいメモリでも処理をすることができます。一方、Windows OS の PC は GUI 環境と呼ばれる視覚的に見て操作しやすい作りになっていることが多いです。視覚的に操作しやすいのは良いことですが、その分 CPU の処理が多くなり、計算するためのメモリが大きくないと操作が重くなってしまったりします。そのため GUI 環境では大きめのメモリが必要になってきます。次はストレージについてです。ストレージは大きなサイズのデータを長期保存するときに利用されます。人間でいうと長期記憶ですね。ストレージは先ほど勉強したメモリと比較すると分かりやすいです。メモリは電源を切るとデータが消えてしまう揮発性の特徴を持っています。しかしハードディスクや SSD などのストレージは電源が切れてもデータが消えることはありません。なので長期保存する場合はストレージに保存することになります。ストレージには大きく2種類あることも覚えておきましょう。一つが HDD です。HDD はハードディスクドライブの略です。ハードディスクは磁気ディスクにデータを記録します。価格が安く、故障した時の復旧が比較的簡単であるという特徴を持っています。そしてもう一つのストレージの種類が SSD です。SSD はソリッドステートドライブの略です。SSD はフラッシュメモリに記録します。ハードディスクに比べて価格が高価になっていますが、読み書きが高速で故障しにくいという特徴を持っています。少し前まで SSD の価格はかなり高くて利用するハードルも高かったんですが、現在は SSD の価格が少しずつ下がってきているので SSD を利用することも増えてきています。最後はマザーボードについてです。マザーボードとはパソコンの土台となる基板のことを言います。マザーボードは人間でいうと体のような役割です。マザーボードに様々な機器がつながります。マザーボードは機械の内部に隠れているので、実際に目にしたことがある人は少ないかもしれません。マザーボードと画像検索してもらうとこんな画面が出てきます。これがマザーボードですね。例えばこのスペースに CPU をつけたりします。マザーボードとはパソコンの土台となる基板のことで、マザーボードを通じていろんなハードウェアが接続されることになります。
それでは今回勉強した内容をまとめていきましょう。今回はハードウェアとは何かについて一緒に勉強しました。ハードウェアとは手で触れることができるコンピュータや機械を構成する部品のことです。CPU、メモリ、マザーボード、ストレージなどがあります。CPU とはコンピューター全体の司令塔として様々な処理をしてくれます。人間で例えると考える役割です。メモリはコンピューターが作業するためにデータやプログラムを一時的に保管する場所です。メモリは人間でいうと短期記憶に該当します。電源を切るとデータが消えてしまう揮発性の特徴があることも覚えておきましょう。一方、ストレージは大きなサイズのデータを長期保存するときに利用します。電源が切れてもデータが消えることはないので、人間でいうと長期記憶に似ていますね。そしてマザーボードとはパソコンの土台となる基板のことを言います。人間でいうと体のようなものです。マザーボードに様々な機器がつながっていくことになります。今回の話を聞くと冒頭の問題も解くことができますよね。CPU が直接アクセスすることができる記憶装置はどれかという問題です。答えはメモリですよね。CPU がメモリを机のように使ってデータを読み込んで計算します。よって CPU が直接アクセスできる記憶装置はメモリです。少しお知らせです。マサルの勉強ベイでは成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという人はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加することができます。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。今回も全く勉強と関係ない話で恐縮ですが、先日オンラインコミュニティのメンバーさんと一緒に京都水族館に行った話をしてみたいと思います。京都水族館とっても良かったんですよね。京都水族館にはオオサンショウウオがいます。オオサンショウウオ見るの初めてだったんですごく感動しましたね。オオサンショウウオという名前だけあってかなり大きかったです。あとはペンギンの目線で観察できる展示スペースやプラネタリウムみたいなクラゲの展示があったりして楽しめる仕組みがたくさんで大満足の水族館でした。京都というとお寺巡りのイメージだったんですが、水族館も良かったですね。私は水族館や動物園大好きなので、皆さんもおすすめがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。